雨がぽしゃぽしゃ降っています。心象の明滅をキレキレに降る透明な雨です。濡れるのは杉菜や水葉。ヒノキの髪は伸びすぎました。私の胸腔は暗くて熱く、もう発酵を始めたんじゃないかと思います。雨に濡れた緑の土手のこっちを、ゴム引きの青泥色のマントがゆっくりゆっくり行くというのは、実にこれは辛いことなのです。あなたは今どこにおられますか？早くも私の右のこの黄ばんだ影の空間にまっすぐに立っていられますか？雨も一層透き通って強くなりましたし、誰か子供が噛んでいるのではありませんか？向こうではあの男が喉をブツブツ鳴らします。今私は廊下へ出ようと思います。どうかちっぺんだけ一緒に往来してください。その白光の大きな素足で、あそこの冷たい板を私と一緒に踏んでください。私はずいぶん素早く汽車から降りた。そのために雲がギラッと光ったくらいだ。けれどももっと速い人はある。科学の波川さんによく似た人だ。あのオリーブの背広などはそっくりおとなしい能楽師だ。さっき盛岡の停車場でも確かに私はそう思っていた。この人が砂糖水の中の冷たく明るい待合室から一足出るとき、私も出る。馬車が一台立っている。御車が一言何か言う。黒塗りの素敵な馬車だ。艶消しだ。馬も上等のハックニー。この人はかすかにうなずき、それから自分という小さな荷物を乗っけるという気軽な風で、馬車に登って腰掛ける。わずかの光の工作だ。その日の当たった背中が少しかがんでしんとしている。私は歩いて馬と並ぶ。これはあるいは客馬車だ。どうも農場のらしくない。私にも乗れと言えばいい。御車が横から呼べばいい。乗らなくたっていいのだが、これから5里も歩くのだし、倉掛山の下あたりでゆっくり時間も欲しいのだ。あそこなら空気もひどく明瞭で、木でも草でもみんな幻冬だ。もちろん沖な草も咲いているし、野原は黒ぶどう酒のコップも並べて私を歓待するだろう。そこでゆっくりとどまるために本部まででも乗った方がいい。今日なら私だって馬車に乗れないわけではない。曖昧な C の傾向、きっといつでもこうなのだ。もう馬車が動いている。これが実にいいことだ。どうしようか考えている暇に、それが過ぎてなくなるということ。ひらっと私を通り越す。道は真っ黒の不織土で、雨上がりだし、弾力もある。馬はピンと耳を立て、その端は向こうの青い光に尖り、いかにも気さくにかけていく。後ろからはもう誰も来ないのか、つつましく肩をすぼめた停車場と、新海地風の飲食店。ガラス障子はありふれてでこぼこ。わらじやサンメイドの空箱や、夏みかんの明るい匂い。汽車から降りた人たちは、さっきたくさんあったのだが、
みんな岡陰の茶褐部落やつなぎあたりへ行くらしい。西に曲がって見えなくなった。今、私は補足の時のよう、新海地風の建物はみんな後ろに片付けた。そしてこここそ畑になっている。黒馬が2匹汗で濡れ、プラウを引いて行ったり来たりする。ひわ色の柔らかな山のこっち側だ。山では不思議に風が吹いている。若葉がさまざまに翻る。ずっと遠くの暗いところでは、ウグイスもゴロゴロ鳴いている。その透明な群青のウグイスが。本当のウグイスの方はドイツ特本のハンスがウグイスでないよと言った。馬車はずんずん遠くなる。大きく揺れるし、跳ね上がる。紳士も軽く跳ね上がる。この人はもうよほど世間を渡り、今は青黒い縁のようなとこへつまして腰掛けている人なのだ。そしてずんずん遠くなる。畑の馬は2匹、人は2人で赤い雲に越された日光のためにいよいよ赤く焼けている。冬に来た時とはまるで別だ。みんなすっかり変わっている。変わったとはいえ、それは雪が雪、雲が開けて土が呼吸し、幹や芽の中に輪光や樹液が流れ、青白い春になっただけだ。それよりも、こんなせわしい心象の明滅を連ね、速やかな万法流天の中に、小祝のきれいな野原や牧場の標本が、いかにも確かに契機するということが、どんなに新鮮な奇跡だろう。本当にこの道をこの前行くときは、空気がひどく中密で、冷たく、そして明るすぎた。今日は七つ森は一面の枯れ草。松木がおかしな緑活に、丘の後ろとふもとに生えて、大変陰鬱に古びて見える。タンボリンも遠くの空で鳴ってるし、雨は今日は大丈夫。降らない。しかし馬車も速いといったところで、そんなに素敵なわけではない。今まで立ってやっとあそこまで、ここからあそこまでのこのまっすぐな火山灰の道の分だけ行ったのだ。あそこはちょうど曲がり目で、すがれの草穂も揺れている。山は青い雲でいっぱい光っているし、かけていく馬車は黒くて立派だ。ひばり、ひばり、金のみじんの散らばる空へ、たった今登ったひばりなのだ。黒くて素早く金色だ。空であるワーネンムーブメント。おまけにあいつの羽ときたら甲虫のように4枚ある。飴色のやつと硬い漆塗りの方と確かに二重に持っている。よほど上手に鳴いている。空の光を飲み込んでいる。硬派のために溺れている。もちろんずっと遠くではもっとたくさん鳴いている。そいつの方は背景だ。向こうからはこっちのやつがひどく勇敢に見える。後ろから5月の今頃、黒い長いオーバーを着た医者らしいものがやってくる。たびたびこっちを見ているようだ。それは一本道を行くときにごくありふれたことなのだ。冬にもやっぱりこんな塩梅に黒いインバネスがやってきて、本部へはこれでいいんですかと遠くから言葉の部位を投げつけた。でこぼこの雪道をかろうじて咀嚼するというふうに歩きながら、本部へはこれでいいんですかと心細そうに聞いたのだ。俺はぶっきらぼうにああと言っただけなので、ちょうどそれだけ大変かわいそうな気がした。
今日のはもっと遠くから来る。もう入り口だ。小祝農場。いつもの通りだ。混んだ野原やあけびのやぶ。物売り木のことにお断り申し候。いつもの通りだ。次期委員もある。金良区。いつもの通りだ。小さな沢と青い木立。沢では水が暗く、そして鈍っている。また鉄ゼルの青い蛍光。向こうの畑には白樺もある。白樺は高間から向こうですな。と、いつか俺は羽田県士学に言っていた。ここらはよっぽど高いから、やっぱり高間に当たるのだ。一体どうだ、この鳥の声。なんというたくさんの鳥だ。鳥の学校に来たようだ。雨のようだし、湧いてるようだ。いるいる、鳥がいっぱいにいる。なんという数だ。鳴く鳴く鳴く。ロンドカプレチョーソ。ギュック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 。あの木の芯にも一匹いる。金良区のためだ。飛び上がる。金良区のためでない。ギュックギュック。一匹でない。一群れだ。10匹以上だ。子を作る。ギュックギュック。三股の槍の子を作る。青光、青光、半の子たち。のぼせるくらいだ、この鳥の声。その音がぼっと低くなる。後ろになってしまったのだ。あるいは注意のリズムのため。両方ともだ、鳥の声。本部の気取った建物が、桜やポプラのこっちに立ち、その寂しい観測台の上に、ロビンソン風力計の小さな湾や、ぐらぐら揺れる風神機を、私はもう見出さない。さっきの艶消しの立派の馬車は、今頃どこかで忘れたように止まってようし、5月の黒いオーバーコートも、どの建物かに曲がっていった。冬にはここの凍った池で、子供らがひどく笑った。カラマツは飛び色の素敵な足です。向こうに光るのは雲でしょうか、粉雪でしょうか。それとも野原の雪に日が照っているのでしょうか。氷滑りをやりながら何がそんなにおかしいのです。お前さんたちのほっぺたは真っ赤ですよ。今日はネギ色の春の水にベンベロももうぼやける。向こうは畑。畑が茶色に掘り起こされて、9匹も四角に積み上げてある。並木桜の天ぐつには小さな緑の旗を出すのもあり、遠くの乳出た雲にかかるのには、みずみずしたうぐいす色の弱いのもある。ところがどうもあんまりひばりが鳴きすぎる。幾馬部と本部との間でさえ、ひばりがとてもワンダースでも効かないぞ。そのたくましい高地の線がぐらぐらの雲に浮かぶこちら。短い素朴な電話柱が右に曲がり、左へ傾き、ひどく乱れて、曲がり角には一本の青木。雲は今日も白金と白金国。そのまばゆい明暗の中で、鳥はしきりに鳴いている。雲の山花と日のきしり。それから目をまた上げるなら、灰色なもの、走るもの、蛇に似たもの。キジだ。亜鉛メッキのキジなのだ。あんまり長い尾を引いてうららかに過ぎれば、もう一匹が飛び降りる。山鳥ではない。山鳥ですか？山で、夏に。歩くのは早い。流れている。オレンジ色の日光の中を、キジはスルスル流れている。泣いている。それがキジの声だ。今見晴らかす高地のはずで、向こうの青草の高みに四五本乱れて、なんという気まぐれな桜だろう。みんな桜の幽霊だ。内面はしだれ柳で、
時色の花をつけている。空で一村のプラチナムスポンジがちぎれる。それら輝く表変の堅調を踏み、青らむ天のうつろの中へ、刀のように突き進め。今こそ俺は寂しくない。たった一人で生きていく。もう頬びらにまっすぐに進んで、それでいけないというのなら、田舎風のダブルカラーなど引き裂いてしまえ。それから先があんまり青黒くなってきたら、そんな先まで考えるな。力いっぱい、口笛を吹け。蔵掛けが暗く、そして非常に大きく見える。あんまり西に偏っている。あの角のところで、いつか雪が光っていた。あれはきっと南昌山や沼森の系統だ。決して岩手火山に属しない。ことによったら、やっぱり石英安山岩かもしれない。これは私の発見ですと、私はいつか記者の中で堀米さんに言っていた。東のコバルト山地には怪しい炎が燃え上がり、汽車の煙の絶え間から、また白雲の絶え間から、冷たい天の銀盤を送信のように望んでいた。その汽車の中なのだ。堀米さんはわざと顔をしかめてタバコをくわえた。堀米さんはおとなしい人なんだ。あのまっすぐないい魂を、俺は始終脅してばかりいる。激しい白光のようなものをどしゃどしゃ投げつけてばかりいる。こっちにそんな考えはない。まるっきり反対なんだが、いつでも結局そういうことになる。私がよくしようと思うこと、それがみんなあの人には辛いことになっているらしい。今日は日直で学校にいる。早く帰って会いたい。今私の担当箱の中の暗闇で銀紙のチョコレートが明滅しているはずだ。それは昨夜堀米さんがうちへ遊びに来ると思って夏みかんと一緒に買っておいたのだ。けれどももちろん来なかった。それはあんまり当然だ。昨日の午後、町の青光の中でお遊びにいらっしゃいませんかと私は言った。その調子があんまり激しすぎたのだ。堀米さんは黙って返事をしなかった。およろしかったら、と俺はぶっきらぼうに付け足した。あの人は少し顔色を変えてきちっと口を結んでいた。それは行こうと思ったのに、またそれを制限されたようにも思い、失望したようにも見えた。けれどもなんだかわからない。山の方は青黒く霞んで光るぞ。それはそうだ。この5、6日、ずいぶん私は物騒に見えたろう。何もかもみんなぶち壊し、何もかもみんな取り留めのない俺は哀れだ。向こうの黒い松山がおいの森だ。実に新鮮でプランプだ。確かにそうだ。地図で見るともっと高いように思われるけれども、ただあれだけのことなのだ。あれの右肩を通ると下り坂だ。乳母屋敷の小学校が見えるだろう。もう柳沢へ抜けるのも嫌になった。柳沢へ抜けて晩の9時の汽車に乗る。10時に花巻へ着き、白く疲れて眠る。疲れの白い波がわやわやと揺れ。5時の汽車ならちょうどいい。学校へ寄って着物を着替える。堀米さんも奥寺さんもまだ教員室にいる。鈴紙のチョコレートを持ち出す。けれどもみんなが食べるだろうか。それは食べるだろう。そんな時なら私だって愉快で笑わないではいられないし、それにチョコレートはきちんと新しい鈴紙で包んであるから安心だ。
しかしその5時の汽車は滝沢へ寄らない。滝沢には1時にしか汽車がない。もう帰ろうか。ここからすっと帰って、多分は3時ごろ盛岡へ着いて、待合室でさっきの本を読む。いいや、つまらない。やっぱり俺にはこんな広いところよりダメなんだ。野原の他では私はいつもはばけている。やっぱり柳沢へ出よう。こんな野原の陰惨な霧の中をがっしりした黒い肩をしたベートーフェンが深く深くうなだれ、また時々一人吠えながらどこまでもいつまでも歩いている。その弟子たちがついてゆく暗い暗い霧の底なのだ。今日はそうでない。倉掛山も光っている。そこで一体この先に確かに幾牛部があったのだろうか。こんなところを歩いたような気がしない。杉がよく生えて緩い坂道になっている。向こうから農夫たちが一群でやってくる。実にきちんと水くどっている。みんな背が高くまっすぐだ。黒い着物も立派だし、白い担ぎもよく農場の褐色や林の愛と調和している。本部か幸運部かにはよほどしっかりした義士がいるぞ。空がずいぶん重くなった。けれども真っ白に光っている。幸運部の方から西洋風の鐘が鳴る。かすかだけれどもよく聞こえる。もうみんな近くにやってきた。聞いてみよう。俺は時計を持たないのだ。あの鐘は12時っすか。はあ、そうでごわんす。みんなが静かに答えている。これではまるでオペラじゃないか。動き出した彫像というように静かにこっちを見やりながら正しくみんな行き過ぎる。鐘の方へ歩いていく。丹精はギリシアに属し、時間の明るさ。もう幾牛部の畜舎が見える。牛は出ていない。また畜舎の中にいるのかどうかもわからない。カラマツの緑の列や畑の茶色、しんとしている。日光の底というものはいつでもしんとしたもんだ。道がにわかにぼんやりなった。カラマツはあるし、草は短いし、実に野原の模型だけれども、乳母屋敷まで行くはずの地図にもはっきり引いてあるこの道がこんな風では、なんだか少し頼りない。もっとも方角さえ決めていけばいけないこともないのだが、実は今日は少し気がせくのだ。堀米さんのことも考えなければならないのだ。向こうも畑が掘られている。白い傘がそのゆるい傾斜を登っていく。傘は光って立派だが、やっぱりこんな洋風の農場の中では似合わない。しかしあるいはあの人は乳母屋敷へ行くのかもしれない。そうじゃない、働いているのだ。それに向こうの松林にまだ甥の森ではないだろうが、ずいぶん大きな道がある。あれさえ行ったら間違いない。行ってみよう。しかしどうだ。そこのところに席がある。柳がポシャポシャ生えている。その席の近く一二軒だけきちんと道ができている。少し変だ。どういうわけだ。どうせこいつも農場のほんの気まぐれ仕事なのだ。一つはまあ目標にもなる。とにかく渡れ。あの坂を登れ。かなりの松の密林だ。傾斜も緩いし、ほんの短い坂だけれども、なかなか登るのは楽じゃない。一昨夜からよく眠らないから、やっぱり疲れているのだ。疲れのために私は一つの桶を感ずる。この連想は一体どうだ。けれども確かにこの桶は、まだ松ヤニの匂いもし、新しくてポクポクした小さな桶だ。かなりの松の密林だ。暗くて嫌に寂しいようだ。雲がずいぶん低くなった。
ああ、よくあるやつだ。やっと登って、その向こうがまた丘で、松がポシャポシャ生えている。しかしなんだか面白くない。道がまたぼんやりなって、草穂もポシャポシャしているし、かえって向こうに立派な道が包みに沿って北へ張っていく。本当の道はあいつらしい。こっちは地図のこの道だ。赤坂の続きのところへ出るんだ。ひどく東へ行ってしまうんだ。向こうの道へ行こうかな。それもあんまり確かでもない。蔵掛けは光の向こうで見えないし、それに乳母屋敷ではきっと犬が吠えるぞ。吠えるぞ。ことによったら吠えないかな。枯れ草だ。何かパチパチ言っている。降ってきたな。降ってきた。しかし雨の粒は見えない。空がギンギンするだけだ。顔へも少しも落ちてこない。それでもパチパチ鳴っている。草が体を曲げている。雨だ。確かだ。やっぱりそうだ。降り出したんだ。引っ返そう。すっかり濡れて汽車に乗る。教員室の青黒い空間。チョコレートと椅子。私はどうしてこんなに過当になってしまったろう。透明なもの、燃えるもの、生き絶え絶えに危険の果てを祈って登ってゆくものは、今私から影を潜め。5時半ごろは学校に着く。鬼越を越えて盛岡へ出ようかな。いや、やっぱり早い方がいい。小祝いの停車場へ出るに限る。さあ、引っ返すぞ。今度もやめだ。おい、柳沢。蔵掛けも見えないが、さようなら。引っ返せ、引っ返せ。小松の密林、暗いし笹だ。けれどもちょっと雨を避けようか。笹がバリバリ枯れている。それに松林には誘惑がいる。もっとも今頃そんなものは何でもない。何でもないが、やっぱり雨は持っている。笹に座れば座れるんだが、雨よけにならなくては仕方ない。何でもぐんぐん歩くに限る。飛び色の畑が緩やかに傾斜して、透き通る雨の粒に現れている。そのふもとに白い傘の農夫が立ち、つくづくと空の雲を見上げ、今度はゆっくり歩き出す。まるで行き疲れた旅人だ。汽車の時間を尋ねてみよう。ここはぐちゃぐちゃした青い湿地で、もう千5毛も生えている。その薄赤い毛も縮れているし、どこかのガマの生えた沼地を明将軍騎下の騎兵の馬が泥に一尺踏み込んでスパスパ渡って進軍もした。雲は白いし、人は私を待っている。もう待ちかねて歩き出す。トッパースの雨の高みからケラを着た女の子が2人来る。シベリア風に赤い切れをかぶり、まっすぐに急いでやってくる。ミス・ラベンだな。働きに来ているのだな。農夫は不死身の飛脚のように傘をかしげて立って待ち、白い手甲もはめている。もう20メートルだからしばらく歩き出さないでくれ。自分だけせっかく待っていても用がなくては困ると思ってあんなにぐらぐら揺れるのだ。青い草穂は去年のだ。あんなにぐらぐら揺れるのだ。空気もいいし、顔もすっかり見えるから、ここから話しかけていい。シャッポを取れ。黒い羅車も濡れ。この人はもう50ぐらいだ。ちょっとお聞き申しやんす。盛岡行き汽車は何時だべす？3時だべが。ずいぶん悲しい顔の人だ。博物館の能面にも出ているし、どこかに鷹の気持ちもある。後ろの冷たく白い空では、本当の鷹がブーブー風を切る。
雨を落とすそのきらずりの雲の下、畑に置かれた2台の車。この人はもう行こうとする。白い種子はオートなのだ。オートバギスか。ああ、今はモゴでやってた。このじいさんは何か向こうを恐れている。非常に恐ろしくひどいことがそっちにあると思っている。そこには馬のつかない肥やし車と険しくかけるネズミ色の雲ばかり。怖がっているのはやっぱりあの草園の労働なのか。肥やし入れたのすか。大非道カニサンドすか。ああ、そうっす。ずいぶん気持ちのいいとこだもんな。この人は私と話すのを何か大変はばかっている。それは2つの車の横、畑の終わりのスカイライン、ぐらぐらの空のこっち側を少し猫背で背の高い黒い街灯の男が雨雲に銃を構えて立っている。あの男がどこか気が変で、急に鉄砲をこっちへ向けるのか、あるいはミス・ロビンたちのことか、それとも両方一緒だろうか。心配しないでくれたまえ。私はどっちも怖くない。やってるやってる、空では鳥が。あの鳥なんていうす、ここらで。ブドシギ。ブドシギっていうのか。ああ、雲渦と泳ぐであら。カラマツの目のクリソプレース。かけてゆく雲のこっちの車種は、またもったいらしく銃を構える。三時の次は何時だべす？五時だべが、よく知らない。カリン酸石灰のズック袋、水曜19と書いてある。学校のは 15% だ。雨は降るし、私の黄色な仕事着も濡れる。遠くの空では、そのボトシギどもが大きく口を開いてビール瓶のようになり、灰色の喉の粘膜に風を当て、目覚ましく雨を飛んでいる。少しばかり青い爪草の混じった枯れ草と雨の雫の上に、窓側の厚いケラをかぶってさっきの娘たちが眠っている。じいさんはもう向こうへ行き、車種は肩をいかだして銃を構える。ボトシギの冷たい発動機は、ボトシギはブーブーなり、一体何を撃とうというのだ。じいさんの言った方から若い農夫がやってくる。顔が赤くて新鮮に太り、セシルローズ型の丸い肩をかがめ、リン酸の空き袋を集めてくる。2つはちゃんと肩に着ている。売ってけたことなさ。何、すぐ派手ダンス。火を焚いている。赤い炎もちらちら見える。農夫も戻るし、私もそっちへついていこう。一人の娘がきれいに笑って起き上がる。みんなは明るい雨の中でスースー眠る。うな、いい女子だもな。にわかにそんなに大声に怒鳴り、真っ赤になって石臼のように笑うのは、この人は案外に若いのだ。透き通って火が燃えている。青い炭素の煙も立つ。私も少し当たりたい。おらも渡ってもいかべが。いいです。さあ、お渡りやんせ。汽車は3時すか？ 3 時40分。まだ1時にもならないもん。火は雨でかえって燃える。フライシュッツは銀の空。ボトシギどもは鳴らす鳴らす。すっかり濡れた。寒い。ガタガタする。透き通って揺れているのは、さっきの氷管な4本の桜。私はそれを知っているけれども、
目にははっきり見ていない。確かに私のカンカンの外で冷たい雨が注いでいる。天のびこうに定めなく、浮かべる石を我が踏めば、大揺れや雫は糸と振り勝り、カシオペアは巡りゆく。ユリアが私の左を行く。大きな紺色の瞳を凛と張って、ユリアが私の左を行く。ペンペルが私の右にいる。はさっき横へそれた。あのカラマツの列のとこから横へそれた。幻想が向こうから迫ってくるときは、もう人間の子は出るときだ。私ははっきり目を開いて歩いているのだ。ユリア、ペンペル、私の遠い友達よ。私は随分しばらくぶりで、君たちの大きな真っ白な素足を見た。どんなに私は君たちの昔の足跡を、白亜系の血岩の古い海岸に求めただろあんまりひどい幻想だ。私は何をビクビクしているのだ。どうしても寂しくてたまらないときは、人はみんなきっとこういうことになる。君たちと今日会うことができたので、私はこの大きな旅の中の一綴りから血みどろになって逃げなくてもいいのです。ひばりがいるようないないような腐食室から麦が生え、雨はしきりに降っている。そうです。農場のこの辺は全く不思議に思われます。どうしてか私はここらをDer heilige Punkt. と呼びたいような気がします。この冬だって高温部まで用事できて、ここいらの匂いのいい吹雪の中で何とはなしに清い心持ちがして、凍えそうになりながらいつまでも行ったり来たりしていました。さっきもそうです。どこの子供らですか？あの洋楽をつけた子は。そんなことで騙されてはいけない。違った空間にはいろいろ違ったものがいる。それに第一さっきからの考えようが、まるで銅板のようなのに気がつかないか。雨の中でひばりが鳴いているのです。あなた方は赤い目ののトゲでいっぱいな野原も、その貝殻のように白く光り、そこの平らな大きな素足に踏むのでしょう。もう決定した。そっちへ行くな。これらはみんな正しくない。今疲れて形を変えたお前の信仰から発散して据えた光の檻だ。小さな自分を区切ることのできない、この不可思議な大きな心象中雨の中で、もしも正しい願いに燃えて、自分と人と万象と一緒に至上福祉に至ろうとする。それをある宗教上層とするならば、その願いから砕け、または疲れ、自分と、それからたったも一つの魂と、完全、そして永久にどこまでも一緒に行こうとする。この変態を恋愛という。そして、どこまでもその方向では、決して求められない、その恋愛の本質的な部分を、無理にもごまかし、求め得ようとする。この傾向を性欲という。すべてこれら善意の中の様々な過程に従って、様々な目に見え、また見えない生物の種類がある。この命題は可逆的にもまた正しく、私にはあんまり恐ろしいことだ。
けれどもいくら恐ろしいと言っても、それが本当なら仕方ない。さあ、はっきり目を開いて、誰にも見え、明確に物理学の法則に従う、これら実在の現象の中から新しくまっすぐに立て。明るい雨がこんなに楽しく注ぐのに、馬車が行く。馬は濡れて黒い。人は車に立っていく。もう決して寂しくはない。何べん寂しくないと言ったとこで、また寂しくなるのは決まっている。けれどもここはこれでいいのだ。すべて寂しさと飛翔とを焚いて、人は透明な軌道を進む。ラリックス、ラリックス。いよいよ青く。雲はますます縮れて光り。私はかっきり道を曲がる。